こんにちは、雄大です。前回巻き棚の土台部分をやったので今回で完成させます。この前のね、台風の影響でまさかの仮設トイレが倒れちゃってますね。もともとここに置いてたんですけど、新しい位置に変えたのでそれでちょっと不安定だったっていうこともあり、台風で倒れちゃいました。さあ中はね、どんな感じになってるのか緊張の一瞬。お、ピカピカ。ちょうど横に倒れたんでトイレットペーパーも乗ってますね。よかった。一通り掃除してまたしっかり固定します。ウッドチップ多めに敷き詰めたんでね、だいぶいい感じになってきました。硬くなってきました。昨日も雨降ったんですけど結構硬くなってきましたね。前回の動画で柱になる木材の先端部分を切り裂いて加工しているので、その部分に金具を取り付けていきます。ここは 2x4 と組めるようになっています。これを10本同じように固定していきます。行ってきます。はい、ではここに巻き棚を設置していきます。高い方が180センチで低い方がね150センチになってます。この木材は3メートルで売られていたので 1.5 メートルを使ってなるべく無駄が出ないように設計しました。はい、柱をね10本組んで前後左右しっかりね木材同士を組んでいくので強度も出ていきます。こういう長い木材は土台の部分をボルトで固定したりするんですけど、ビスでもなんか大丈夫そうなのでこのままやっていきます。 2x4 材もカットせずねそのまま乗せれるように、ここは長さ 1.82 メートルがぴったりになるように設計しています。いやね、メジャーを忘れちゃって、こんだけ工具あるのにメジャーがなくてどうしようかなってずっと悩んでたんですけど、まさかのこの車の後ろのここに入ってました。やっぱりねメジャーはなくなったりするんで、至る所に置いておくことをおすすめします。なんかついてた。なんだこれ。蓋がついてましたね。景色が綺麗な場所に巻き棚はもったいないとコメントいただいたのですが、目の前に新しく倉庫ができてしまったのと、この前は道路になっているのでその目隠し的な役割もあります。
こに角度をつけた方がなんとなくおしゃれな感じになると思うので、ここに切れ目を入れていきます。間違えた。これをつけておくとそのままねサイズも測らずやれます。まさかのね、結構雨が降ってきました。でも途中なので、やれるところまでやっていきます。三脚だけね、雨に濡れない場所にして作業をやります。続いてはこれ斜めに入れていきます。もう少しねこの巻き棚の高さをね高くした方がいいなっていう気もするんですけど、今頃全部やり直して高くするとかそういう選択肢はさすがにないので、もうそういう悩んでも仕方ないことはもう全部捨ててどんどん次に進みます。なので高さとか、幅とかねもうちょいねここも長くすればいいなとかいろいろね後悔はあるんですけど、次に行きます。であっちの空いてる横のスペース、後々なんか小型の小屋みたいな倉庫みたいな感じでここに作ってもいいかなと思いました。では屋根材を取り付けるため 2x4 を13本並べます。間は60センチ弱の間隔です。この上にまた角材をつけて屋根材を取り付けます。とりあえずちょっと屋根完成するまでちょっと時間かかるのでブルーシートで覆っていきます。簡易的な巻き棚を作るつもりでしたが、気づけばねもうどんどんこだわりたくなってきました。このモードに入ると細かくやりたい箇所がどんどん出てきて進まなくなる説もありますが、次回の動画で屋根部分もやって完成予定です。この巻き棚の両側は丸太を積んだり、小屋作ったりちょっとねいろいろ考えてみます。